こんにちは、上田です。前回は思考が人生を作るってことを話したんですが、今回はそもそも思考というか、自分自身についての話をしていきたいと思います。思考が人生を作るというのであれば、単純に考えたらその思考を改変することによって、人生も改変できるってことになるんですが、しかしこれも当然の話ですが、無理やり強引に人生を改変する必要性がない場合もたくさんあると思います。どんなことにおいても力技は良くないので、さて自分自身の理解ってことに関して、これもすごい単純なことって思うかもしれないけど、それが本当にできてる人なんかほとんどいないと思います。自分が何のために生まれてきて何のために生きてるかとか、そういったことを確実に理解して生きてる人なんか実際ほとんどいないと思います。しかしこれは最も単純で最も最初に考えないといけないことではあるけど、しかし逆に最も難解で最も誰もが後で考えてしまうことだと思います。というかそれ以前に全然理解できないまま一生を終えてしまう人も少なくないと思います。しかしこのことは最も大切なことです。このことがわからないまま努力をしても全く成功しない可能性が高いんですね。まず自分の理解とかそれ以前に前提として知ってほしいのは、人間はみんな全く同じではないってことで、それはつまり付随して人間にはどうしても人それぞれできることとできないことがあるんですね。極端な話ではあるけど、身長が150センチぐらいの人もいれば、片や2メートル以上っていう人もいるし、IQ が100ぐらいの人もいれば、片や200ぐらいの人だっているし、これはちょっと極端な例ではあるけど、つまりこんな感じでどうしても人には差があるんですね。何かしらの。それでつまり差があるってことは、どうしてもできることとできないことがあるってことにもなってしまうわけなんですね。でも別にそれはそれでいいんですよね。差があるとしても、できないことはできないままでいいし、無理やりできるようにならないといけないっていうわけではないんですよね。大半の人がここを理解できてないし、そもそも日本の法律とか教育自体が間違っていて、無理があって、無理やりできないことをやらせてしまっている場合が多いんですよね。できないこととか苦手なことってのは別にそのままでも問題ない場合も多いんですよね。どうしても人前で話すのは苦手でとか、どうしても計算は苦手でとか、どうしても体力がなくてとか、どうしても苦手な人がいるとか、どうしても何々々とか、まあこんなことは誰しもあると思います。どんな人にも。でもそれはそのままでも問題ないっていう場合も多いと思います。基本は無理やり強制する必要はないんですよね。あんまり変なこと以外は。例えば IQ が80とか90しかないのに東大を目指すとか、それも不可能ではないとしてもやらない方がいいですよね。どう考えてもそれだと別の方向を目指した方がいいし、別の人生を目指した方がいいのは確かですよね。それは合理的ではないですよね。普通に考えて。
つまり無理やり人生を改変するよりも自分を理解して最も自分自身に適した生き方を探した方がいいわけなんですね。そこで大事なのが自分自身を理解することとか自分を知ることなんですね。思考が人生を築くわけで、その思考とか考え方を変えることで人生を改変することは可能ではあるけど、無理やり人生を改変するのではなくて、自分をよく理解して、なおかつ最も自分に適した生き方を探した方がいいんですね。そもそも力技とか無理やり型にはめるとか、それ自体が良くないんですね、本来は。そんなことをしても基本全然うまくいかないんですよね。基本力技っていうのは逆効果とか逆作用になってしまう場合の方が多いんですよね。ただそうは言っても自分を理解するってのは簡単に思うかもしれないけど、結構難しいことなんですよね。今までの説明からもわかるかもしれないけど、確実にできる方法が存在しないので難しいことになります。完全ではなくても本当の自分に気づくってことは、多分大半の人ができないまま終わってしまうことでもあるので、かなり難しいことなんですね。簡単なように思うかもしれないけど。というのも適性検査とかはあるけど、自分自身を理解する完全な方法なんてのは存在しないんでね。こうすれば完全に自分が何のために生まれてきて何のために生きてるかとか、どんな人間か分かりますとか、そんな方法は存在しないので結構難しいことになります。ただやっぱり今現在全然人生がうまくいっていないんだったとすれば、そこで考えてほしいんですよね。これは本当に自分自身に合った生き方なのかなって、そもそも自分に合ってないことをやってるんじゃないかなとか、そういったことを考えてみたらいいと思います。人生を変えるのも大事ではあるけど、本当に変える必要があるかとか、自分がどんな人間なのかっていうことを考えることの方がすごい大事なことだと思います。それでは今回はこれで以上となります。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた。